来週どこ行くデカ盛り料理ウィーク全フィールド解説、ジャスパルと申します。いよいよポケモンスリープ史上最強の料理キャンペーンデカ盛り料理ウィークボリューム1が開催となります。もう皆さんどこのフィールドへ行くかだったり食材の準備などを進めていることとは思うんですけれども、最後に今一度各フィールドの特徴やマスター20への指標などおさらいしておきたいなと思います。それでは参ります。ということで、デカ盛り料理ウィークの特徴を超ざっくりおさらいした後、各フィールドごとに特徴と何の料理を作ったらマスター20に行けそうかなどお話ししていきたいと思います。ってことで、デカ盛り料理ウィーク。鍋 1.5 倍。料理エナジー 1.5 倍。食材ポケモンの集める食材プラス1個。食材ゲットとセレクトの効果量 1.5 倍。ご飯を食べた時の元気回復量プラス5。睡眠タイプ、ごちゃ混ぜ、ミニ飴、ブーストといった実質いいキャンプチケットを使っているかのような過去一強い料理系のキャンペーンとなっております。またポケモンのピックアップは新登場となるクチートが中ピックアップで、一部食材のポケモンと食材ゲット、食材セレクトのスキルポケモンも小ピックアップとなっております。なお6月10日、11日、12日はグッドスリープデーも重なりますので、ピッピ族のピックアップや未発見の寝顔が見つけやすくなる効果も重複いたします。クチートが出てくるフィールドであれば一気に寝顔を埋められるかもしれませんね。より詳しい解説はこちらの動画をご覧ください。そんなデカ盛り料理ウィーク、おそらく1年で最もエナジーが稼げるキャンペーンなんじゃないかと思われるほどに強力な1週間となっておりまして、各フィールドのマスター20であるとかエナジー的な挑戦をするのにもとても有効なイベントとなりそうです。ってことで、ここからは各フィールドの特徴と料理中心でマスター20を目指す場合、どんな料理を作ったらいけそうなのかの超ざっくりとした指標についてお話ししていきたいと思います。若草本島から順番に参りましょう。ってことで最初は若草本島です。若草本島はクチートの出現するフィールドで初心者の方におすすめなフィールドとなっています。ピックアップポケモンの無課金パルの超個人的なおすすめはゼニガメ、ピンプク、ニャオハあたりを押しておきましょうかね。序盤から長く活躍してくれるポケモンたちだろうなと思います。若草本島はピックアップされるポケモンが最も多く、特定のポケモンを狙うのには不向きなフィールドとなりますので、いろんなポケモンの寝顔を集めつつまったりと料理のレシピレベル上げをしたりするのに向いている、そんなフィールドかなと思います。また EX モードの追加が発表となりまして、若草マスター18への到達で若草 EX が解禁されるようになるとのことです。なのでマスター18狙いだったりマスター20の達成報酬、サブスキルの種を狙って訪れるのも良さそうですね。なお若草本島のマスター18はおよそ217万エナジーほどで、マスター20は325万エナジーほどとなっています。たった2ランク分ではあるんですが、マスター18と20には100万エナジー以上の差がありますね。てなわけで超ざっくり料理の指標なんですが、マスター18狙い217万エナジーを目標とするのであれば、フィールドボーナスが 50% の時、だいたい画像のレシピレベルの料理を作り続けられれば目指せるかなって感じでしょうかね。木の実エナジーがだいたい30万エナジーくらいで、残りを料理で埋めるって感じの計算にしています。この場合190万エナジーほどを料理で埋めたいんですが、1食8万エナジーほどあると料理大成功やら何やらも含めてそれなりに安定してマスター18を目指せるんじゃないかなと思います。お茶会コーンスコーンや若草サラダの場合はレシピレベル60ほどあるといけそうですね。結構大変です。煉獄カレーやマカロンであればレシピレベル50ほどでもかなり戦えそうです。各種最強クラスの料理たちであればレシピレベル30くらいからでも戦えそうなので、狙いそうな場合はご検討ください。瞑想スイートサラダとか絶対眠りバターカレーなどでは相当厳しそうなんですが、デデンネなど料理チャンスのポケモン次第では可能となるので、レシピレベルや手持ち次第では狙ってみてください。で、マスター20狙いの場合は1食12万エナジーほど欲しくなるので難易度跳ね上がります。フィールドボーナス 50% の場合、煉獄カレーやマカロンのレベル65ですら1食12万には届かないので、デデンネだったり木の実ポケモンでのサポートが欲しいところです。料理中心で行く場合、最強クラスの料理のレベル55とかがあればだいぶ可能性が出てくるかなと思います。ご検討ください。そんなクチートや若草 EX のために頑張りたい若草本島でした。続いてシアンの砂浜です。シアンの砂浜にはクチートが出現いたしません。ご注意ください。パルのおすすめピックアップはゼニガメピンプク、カイロスホゲータあたりですかね。
おすすめはゼニガメピンプクではあるんですが、ゼニガメはラピスラズリコハン、ピンプクはウノハナ雪原にも出現しますので、ポケモン的にはカイロス、ヘラクロスが特徴的で、あとはマスター20のサブスキルの種狙いとか、複合的な狙いがあるとよりいいかもしれませんね。マスター20はおよそ374万エナジー。料理中心でマスター20を目指す場合、フィールドボーナス 60% の時、最強クラスの料理レベル60くらいあるとかなり現実的ですね。スキル確率アップ M デデンネがいれば、煉獄カレーやマカロンのレベル65近くあればいけそうでしょうか。もうすでにかなり難しいですね。そんなカイロス、ヘラクロスが特徴的なシアンの砂浜でした。続いてトープ洞窟。トープにはクチートが出現します。なのでおすすめフィールドの一つとなりますね。パルのおすすめピックアップは人影でしょうか。トープマスター20はおよそ422万エナジー。このくらいからマスター20狙いはかなり大変になってきますね。料理中心で攻略する場合、フィールドボーナス 75%、マックスの時、最強クラスの料理、レシピレベル60近く欲しくなってきます。スパークスパイスコーラであればレベルカンストくらいあるといいんですが、ジンジャーは爆風なんかでも集められるのでまだ戦いやすいかもしれません。デデンネがいる場合はレベル50前後でも戦えそうです。そんなクチートと人影が特徴的なトープ洞窟でした。続いてウノハナ雪原。ウノハナにはクチートが出現しません。ご注意ください。パルのおすすめピックアップはピンプクデリバードですね。卵をピンポイントで探しに行くフィールドっていうイメージです。マスター20はおよそ471万エナジー。料理中心でマスター20を目指す場合は、フィールドボーナス 75% の時、いよいよ最強クラスの料理のレシピレベルカンストくらいが欲しくなってきます。エクレアや負けん気サラダであればレベル60ぐらいあればかなり戦えそうですね。デデンネありの場合はレシピレベル55くらいあればかなり現実的にいけるかなと思います。そんな卵一点狙いな感じのウノハナ雪原でした。続いてラピスラズリコハンです。ラピスラズリコハンはクチートの出現がありません。ご注意ください。おすすめピックアップは何と言ってもミニ竜。また不思議だね、ゼニガメ、ニャオハあたりもおすすめなので、クチートが出ないことを除けばかなりおすすめのフィールドだなと思ってます。マスター20はおよそ520万エナジー。ラピスからは料理中心でマスター20を目指す場合、デデンネなしではかなり難しくなってきます。フィールドボーナス 75%、デデンネ込みで最強料理たちのレベル60くらいがあるとかなり現実的になってきます。料理中心ではデデンネなしでは厳しいんですが、高レベルのメガニウムを採用できるみたいな場合はデデンネなしでもまだまだいける範囲かなと思います。そんなミニ竜が特徴的なラピスラズリコハンでした。最後はゴールド級発電所。ゴールドにはクチートが出現します。パルのおすすめピックアップはココドラ、そしてニャオハホゲータあたりでしょうか。アゴジムシやコリンクにも出てきて欲しかったんですが、いつかのボリューム2に期待したいところです。マスター20は突然難易度がぶち上がって668万エナジーほど。こうなるとフィールドボーナス 75%、レシピレベルカンストに加えてめちゃめちゃ強いデデンネがいたらなんとかなるかもしれないなとか、あとはめっちゃ強いライチュウを複数編成してコーラを作ればなんとかなるかとか、ヨーグルトサラダ作ればどうにかなるかとか、もうそういう次元になってきています。一応無課金パルも今回ゴールドマスター20に挑戦するつもりではいるんですが、正直料理大成功が下振れたら一発終わりって感じのめちゃめちゃ厳しい戦いとなりそうです。ボリューム2がもしあるのであれば、その頃にはフィールドボーナスが 90% まで解禁されていたりとか、レシピレベルが70まで解禁されていたりとか、そもそも新フィールドと一緒に新食材を使ったさらに強い料理も出てるかなと思うので、そうなるとかなり可能性あるんじゃないかなと思いますね。そんなわけでココドラが特徴的で難易度はちゃめちゃなゴールド級発電所でした。そんな感じで各フィールドの特徴とマスター20に行くためには超ざっくり何がどれくらい必要なのかだったんですが、いかがでしたでしょうか。現バージョンでゴールドマスター20に行くためにはデカ盛りほどのボーナスをもってしてももう一工夫二工夫欲しいといったところでしょうかね。また以前クチートがネギの食材ポケモンなんじゃないかっていう考察の動画もアップしたりしたんですが、デカ盛りウィークのパックにL サイズメインスキルの種が入ってるんですよね。これやっぱりクチートはスキルのポケモンなんじゃないかっていう気もするんですが、果たしてどうなるでしょうね。
そんなわけで、いろいろと複合的にフィールドを選びたくなるちょっぴり複雑なイベントではあるんですが、基本的には料理をたくさん作ってレシピレベルを上げれば OK みたいな、そんなイベントになるかなと思うので、今後のために大型レシピのレベルを上げたり、クチートをひたすら探したり、各々の遊び方でデカ盛りの1週間楽しみ尽くしましょう。そんな来週どこ行くデカ盛りウィーク全フィールド解説でした。ぜひ皆さんはどこのフィールドで何をするのかコメントで教えていただけますと幸いです。みんなの料理が大成功しまくることを願っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みになります。いつも本当にたくさんのグッドありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。それではデカ盛りウィークの1週間が素敵な1週間となることを願っております。2周年も迫ってきており、ここからまた大きな情報出てきそうですよね。楽しみです。ということで、来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。